明けましておめでとうございます。お休みの方が多いと思いますが、仕事をされている方もいらっしゃいますね。新年で改めて自分の生活を考えてみて、毎日の仕事が辛い、なんだか疲れる、そんな毎日を送っていませんでしたか？今日はなぜ超越瞑想でそれらから解放されるのかについて解説をします。こんにちは。マハリス総合教育研究所で超越瞑想を教えている森正也です。さて、仕事をするとき、ご飯を食べるとき、友達と遊ぶとき、いろいろな場面であなたは常に喜びを感じていますか？もしあなたがなんだかそこまででもないな、少しつまらないなとか、そう思うことがある場合には、今日の動画が何かのヒントになるかもしれません。今日はですね、この超越瞑想の本では230ページ、この辺ですね。電子書籍版ですと第3部生きる技術の第5章行動の技術の括弧9、常に喜びであるように行動する技術のところです。さて、まずは基本的なこととして、どうしたら喜びの中で行動できるんだろうっていうことがありますね。簡単に言いますと、何かを行うときにあなたにとって楽にできて、しかも周囲から協力を得られる場合にはスムーズにできますよね。こんなの簡単お安いご用っていう感じです。基本的に何か行動するときにあなたにとって重い負担になるようなものは楽しさを感じられませんよね。これは納得する人がほとんどではないかと思います。今回あえてこれについて話すのは、常にいつもどんな時でも喜びの中で行動するにはっていうのはどういう状態かについて再確認をする意味合いです。さて、それではここでお金を使うことについても考えてみましょう。行動するっていう言葉はお金を使うっていう行為も含まれます。いかがでしょうか？あなたが何かを買うときにどんな風に使ったら喜びになりますか？いかがでしょうか？もちろん自分の気に入ったものを買うときには喜びがありますよね。ずっと欲しかったものであれば、やったー、ついに手に入れた、Finally I got it っていう感じですね。よっしゃーってガッツポーズかもしれません。ただその時に、実はそのお金が全財産で、明日からの生活はどうしようっていうような状態だったり、借金して買ってしまった場合ですと、素直には喜べませんよね。それでも中には、なんとかなるさっていう人もいるかもしれませんけれども、完全に喜べる状態ではないと思います。それに対してお金を十分に持っていて、その中から買ったのであれば、そういう焦ったり不安になるような気持ちはありません。1億円持っている人が1000円のものを買った時には不安はありませんよね。1000円分の喜びっていうのはしっかりと得られるのではないでしょうか。ここで言いたいことは、たくさんのお金を持っていれば少しぐらい使っても気持ちは楽だということです。さらに言えば、貯金はそれなりにあるんだけれども収入はないっていう状況よりも、貯金があってなおかつ毎月とか定期的な収入がある状態だとベストですね。これを他の行動に当てはめてみますと、何か行動をしてもですね、あなたの中にエネルギーがたくさんあれば、少しぐらい使ってもまだまだエネルギッシュに活動を楽しむことができます。例えば自転車に乗ってどっかに行くとします。すでに疲れている状態ですとちょっと楽しめませんよね。どこかで休憩したいとか、やっぱり今日はやめようかなとか、
余計なことを考えて楽しむことができません。やはり十分にエネルギーがあって活力のある状態で自転車に乗ることができれば景色も楽しめますし、まさに喜びの中で行動することができます。ところでここでもう一つですね、大事なポイントがあります。このまさにエネルギーが十分な状態で自転車に乗っているとしましょう。天気も良くて、なんか気持ちいいな、最高、なんていい気分なんだというところなんですが、実はこの人、自転車に乗るのが好きではないとしたらどうでしょう。自転車に乗るのが怖いとか、何かの理由で自分は自転車に乗りたくないという場合があるかもしれません。そんな時にはいくらエネルギーが余っていても自転車に乗るのは楽しくないですよね。これも大事なことなんですが、やりたくないことをやるのは喜びの中で行動するっていう状況ではないですよね。その場合は体よりも心が疲れてしまいそうです。この本の中で出てくる例としては、少年とボールの話があります。ある少年が家から3キロ離れたところにボールを届けることになりました。もしボールを蹴りながら行ってもいいっていうのであれば、きっと喜んでそうするでしょう。しかし、もしボールを蹴ってはいけないって言われて、手に抱えていくようにと言われてしまったら、それは結構辛い仕事になってしまいますよね。私は昔自分の車に乗って荷物を届けるバイトをしていたことがあります。自分の好きな車を好きなように運転して音楽も聴きながら、その状態で荷物を預かって運びます。自分の車でどこかに行きたいと思っても、その都度目的地を考えないといけませんし、お金もかかります。しかしそのアルバイトだと目的地は決まってるし、お金ももらえます。もちろん行きも帰りもすごく楽しかったです。そんなバイトが今もあればいいなって思います。どなたかもしあれば紹介してくださいね。まずそれはともかく、もしもあなたに十分なエネルギーがあって、しかも良い気分であれば、喜びの中で行動することができます。この良い気分という点で考えてみると、先ほどのボールを運ぶとか、私がやっていた配達の話は、行動すること自体で気分が良くなる話でしたが、もう一つポイントがあります。それは自分自身の内部、内側にある感情です。これはどういうことかと言いますと、例えば子供と母親がいたとします。お母さんが子供に愛を注いで育てている時にですね、もしお使いを頼んだとしたら、母親から頼まれたっていうことで喜びいっぱいで子供は出かけていくと思います。しかし普段から子供に対して怒ってばっかりだったり、子供のやっていることをとか、考えを否定したり見下しているような状態が続いている中で買い物を頼めば、子供は嫌なことを無理やりやらされていると思って辛い仕事となりそうです。この気分が楽しいっていうのもとても重要なポイントで、そういう楽しい状態であれば何をやっても喜びになります。しかし気分が惨めで心配事があるような状態であれば、どのような行動でもかえって心の緊張を増やしてしまいます。いわゆる不自然な行動っていう感じですね。不安を感じながら行う行動はどんなものであれ緊張が増えていってしまいます。心が自然に幸福であるという状態でなければ、行動しながら楽しくしようといくら努力しても効果はありません。この心が自然に幸福であるという状態はどのようなものでしょうか。ボールを蹴っていたり、
自分の車に乗って荷物を届けたり、好きな人に頼まれて出かけていったりっていうのも確かにそうですが、いつもそれがあるわけではありませんよね。そして世の中にはいろいろなことがありますので、いつも楽しいことに出会えるとも限りません。そうすると考えられるのは、自分自身の中に喜びを見出すことです。よく聞く話ですが、自分とは一生の付き合いだから仲良くしようということがあります。自分を責める人がいますよね。自分を悪いやつとか、ダメなやつとか、こんな自分っていうような言い方をする人もいます。それに対して、まあ、ダメな自分だけど許してるとか、ほどほどでいいんじゃないっていう自分をそのまま受け入れている人もいます。そういう人の方が落ち着いていますよね。ただそれも考え方次第っていうことがあって、何かの時に変化することもあります。そこでおすすめするのが超越瞑想です。超越瞑想は今の自分がどんな状態であっても、いい人でもいい人でない人でも、だらしがない人でもどうしようもない人でも、どんな人でも瞑想をすることで自分自身の内側の超越的な存在の至福を経験します。そしてそれを続けているうちに、その領域に親しんできます。そしてそれが継続するようになると、常に喜びとともに行動できるようになります。これが今回のタイトルの意味になります。これ以外の方法で行動しながら幸福を維持しようとすると、それは緊張を増すという結果になってしまいます。その理由は、行動することと喜びを求めようとすることにエネルギーが分割されてしまうからなんです。例えば工場で働くときにスタッフを幸せな気分にしようとして音楽を流すとすると、音楽を楽しみたいって思いながらも目の前の仕事を正確に行わないといけないということがありますので、心に緊張が生まれます。そしてかえって仕事の質も落ちてしまいます。場合によってはリズムに乗って作業するとか、音楽を流しても聴いていないとか、いろんなパターンはあると思いますが、好きな音楽を聴きながら何か文章を読んだとしても、音楽か文章のどちらかは頭に入ってこないと思います。結果的に集中力を欠いてしまいます。集中力については別の動画で解説していますが、安心して何か一つのことを楽しんでいる方が集中できます。そういうわけで、活動の領域の中で喜びを見出そうとする努力はわかるのですが、行動の全領域を喜ばしいものにする唯一の方法は心ですね。心自体を喜びで満たすことです。そしてそれを達成するには、超越瞑想を行って存在を体験することですね。これがベストです。はい、今日の動画はここまでです。もしまだ超越瞑想を学ばれていない方で、なんだか面白そうだなと思った方は、ぜひお近くの瞑想センターの瞑想説明会にご参加いただければと思います。私のいる群馬オフィスもそうですが、ウェブサイトから説明会の予約をすることができますので、お気軽にご参加いただければと思います。本日もご視聴いただきありがとうございます。本年もよろしくお願いいたします。